恋愛に役立つ雑学。実は女性は好意がなければしないことは、言葉以上に分かりやすい行動として日常の端々に現れる。女性の脳は興味のない男性に対しては驚くほどクールだが、本気で好きな男性には無意識に特別なサインを出すのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、あなたを男として意識しているからこそ女性がしてしまう決定的な行動を解説していく。実は女性は好意がなければしないことは、LINE の会話でわざわざ自分から質問を投げかけてやり取りを必死に続けようとすることだ。要件が終われば連絡を切りたいのが本音だが、好きな男性とは少しでも長くつながっていたいという本能が働く。あなたが「そうだね」と短く返しても、彼女から新しい話題や質問が来るのはあなたに夢中になっている証拠である。無理にでもラリーを続けようとするそのけなげな行動の裏には、もっとあなたのことを知りたいという強い恋心が隠されている。実は女性は好意がなければしないことは、2人で会話している時に髪の毛を頻繁に触ったり上目遣いであなたをじっと見つめることだ。女性は好きな男性の前では、無意識に自分を可愛く見せたいという心理が働き、仕草がいつもより女性らしくなる。またじっと見つめることで脳内に大量の快楽物質が分泌され、お互いの距離を縮めたいという本能が働くのである。他の男性には見せないその無防備で愛らしい仕草こそが、あなたにだけ心を開いて恋に落ちている最大のサインなのだ。実は女性は好意がなければしないことは、デートの誘いに対して具体的な代替案を出してでも絶対に会う約束を取り付けることだ。興味のない男性からの誘いなら、忙しいの一言で流すが、好きな人が相手なら絶対にチャンスを逃したくない。もし予定が合わなくても、その日はダメだけど来週の水曜なら空いてるよと、必ず次の候補日を自分から提案する。あなたと会う時間を何よりも最優先しようとするその姿勢こそが、あなたを本気で意識している何よりの証明なのである。実は女性は好意がなければしないことは、あなたが以前何気なく話した小さな趣味や好みのタイプを完璧に覚えていて行動に移すことだ。このお菓子好きなんだよねという些細な一言を覚えていて、次に会う時にサプライズで用意してくれたりする。これは心理学において大好きなあなたの情報だからこそ、脳が最優先で記憶している非常に熱量の高い状態だ。あなたの好みに自分を合わせたい、あなたの喜ぶ顔が見たいという一途な思いがその高い記憶力に現れている。実は女性は好意がなければしないことは、二人きりで歩いている時にいつもより明らかに歩くスピードを落として寄り添うことだ。楽しいデートの時間を1分1秒でも長く引き延ばしたいという名残惜しさが無意識に行動へあふれ出しているのだ。興味のない男性が相手なら足早に駅へ向かったり、スマホを見たりして早く帰ろうとするのが女性のリアルな現実である。歩調をあなたに合わせ少しでも長く隣にいたいと願う。その引き止めるような態度こそが本気の行為の証拠なのだ。恋愛心理に関する雑学。実は女性が片思いをしているときは、言葉にできない不安とときめきの間で脳内が激しく揺れ動いている。女性の脳は好きな男性ができると、相手の何気ない一言で一喜一憂し、日常のすべてがその人中心に回り始めるのだ。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、女性があなたに片思いをしている時に隠しきれず出してしまう決定的なサインを解説していく。実は女性が片思いをしている時は、 LINE が来るたび飛び上がるほど喜び、返信の文章を何度も書き直して猛烈に悩んでいる。嫌われたくないという心理が働くため、絵文字の数や文章のニュアンスを限界まで考え抜いてから送っているのだ。返信が遅いのはじらす駆け引きではなく、あなたに最高の返事を出したくて必死に悩み時間をかけている証拠である。他愛のないラリーが続くことに対して、この上ない幸福を感じているそのけなげさこそが片思い中の女性のリアルな本音なのだ。実は女性が片思いをしているときは、あなたの視界に入りたくて髪型や服装をあなたの好みに合わせてけなげに変えてみたりする。以前に、ショートヘアが好きなんだよね
とあなたが話した内容を覚えていて、次のデートに向けて髪をバッサリ切ったりするのだ。これは大好きな人の特別になりたいという本能的な自己アピールであり、あなたの好みに染まりたいという一途な思いの表れである。自分の見た目を少しでもあなた好みに変えようと努力しているその姿こそが、あなたに本気で片思いをしている何よりの証明なのである。実は女性が片思いをしているときは、複数人でいても無意識にあなたを目で追いかけてしまい、目が合うと激しく動揺して視線をそらす。心理学において人間は好意を持つ対象を無意識に凝視してしまう習性があり、彼女のアンテナは常にあなたを最優先で捉えているのだ。目が合った瞬間に顔をあからめたり不自然にスマホをいじり出したりするのは、あなたへの恋心がバレてしまうのを必死に隠そうとする防衛反応である。何度も目が合うのにすぐにそらされてしまうその不器用な仕草こそが、あなたに恋焦がれている確固たる証拠なのだ。実は女性が片思いをしているときは、あなたに彼女がいるかや好みのタイプを知るために周囲の友人から必死に情報を集めている。自分から直接聞くのは恥ずかしいため、親しい男友達にあなたの好きなタイプをさりげなくリサーチしているのだ。これは恋愛における失敗のリスクを最小限に抑え、あなたとの距離を確実に縮めるための作戦であり、熱量が高まっている証拠である。周りの人から「あの子が君のこと聞いてたよ」と言われるその状況こそが、彼女があなたに夢中になっている最大のサインなのだ。実は女性が片思いをしているときは、あなたからのデートの誘いを最優先し、戦略をキャンセルしてでも絶対に都合をつける。興味のない男性が相手なら、その日は用事があると断るが、好きな人が相手ならどんなに忙しくてもチャンスを絶対に逃したくない。もし本当に予定が合わなくても、その日はダメだけど来週の土曜なら空いてると必ず次の候補日を自分から熱心に提案する。あなたと会う時間を何よりも最優先しようとするその必死な姿勢こそが、あなたに本気で片思いをしている決定的な証拠なのである。行動心理に関する雑学。実は片思い中にしてはいけないことは、相手へのあふれる思いが暴走して自分自身にブレーキがかけられなくなることだ。人間の脳は盲目的な恋に落ちると、相手の状況や気持ちを客観的に見極める冷静な判断力を一時的に失ってしまう。今回は恋愛心理学の視点から解き明かす、片思いを確実に両思いへと導くために絶対にやってはいけない NG 行動を解説していく。実は片思い中にしてはいけないことは、相手の都合を無視して自分の寂しさだけでしつこく LINE を送り続けることだ。返信がまだ来ていないのに「今何してるの?」遠いメッセージを送る行動は、相手に強烈な心理的負担と恐怖を植え付ける。これは心理学で心理的リアクタンスと呼ばれ、自由を制限されたと感じた相手はあなたから全力で逃げ出そうとするのだ。返信をせかさず相手のペースに寄り添う大人の余裕こそが、鬱陶しい存在から会いたい存在へと変わる第一歩である。実は片思い中にしてはいけないことは、付き合う前から相手の交友関係に激しく嫉妬して束縛する態度を見せることだ。他の異性と楽しそうに話している姿を見て不機嫌になったり、あの人とどういう関係なのとしつこく問い詰める行動だ。男性は付き合う前から自分の自由を奪おうとする女性に対して、本能的な警戒心を抱き一気に心を閉ざしてしまう。嫉妬の炎をぐっとこらえ、誰に対しても笑顔で接する心の広さを見せることこそが男の独占欲を刺激する最強の武器だ。実は片思い中にしてはいけないことは、自分の全てを最初から明かしすぎて相手に負う価値のない退屈な存在と思われることだ。聞かれてもいないのに自分のプライベートや過去の恋愛話を全て話し尽くすと、男性の持つ狩猟本能が完全に冷めてしまう。男性は少し謎めいた部分や簡単には手に入らないミステリアスな要素がある女性を本気で追いかけたくなる生き物なのだ。あえて自分の情報を少しだけ秘密にしておく絶妙なじらしこそが、彼の脳内をあなたへの興味でいっぱいにさせる秘訣である。実は片思い中にしてはいけないことは、
嫌われるのを恐れて何でもイエスと答え都合の良い女になることだ。自分の意見を持たずに相手の都合の良い時間や急な呼び出しにばかり合わせていると本命としてのリスペクトを失ってしまう。男性は苦労して手に入れたものにしか高い価値を感じないため、簡単に思い通りになる相手はただのキープとして扱われがちだ。時には自分の予定を優先して断る凛とした強さを持つことこそが、男性にあなたを一生大切に扱わせる決定的な鍵となる。実は片思い中にしてはいけないことは、自分の気持ちを抑えきれずに周囲の友人に2人の関係を言いふらすことだ。外堀からうずめようとして周りから「あの子君のこと好きなんだよ」とからかわれる状況は相手に耐え難い恥ずかしさを与える。当人同士の純粋な心の距離が縮まる前に周囲が騒ぎ立てることで、男性はプレッシャーを感じてあなたを避けるようになるのだ。2人だけの秘密の空間と時間を大切に育む誠実さこそが、彼の信頼を勝ち取り恋を成就させる最短ルートなのである。